こんにちは。もちまる日記ゆっくりレビュー、第41回です。今日は、一軒家の新居の大特集後編。前編は、2階のリビングとキッチン、3階の寝室と、下僕の仕事部屋を取り上げたね。今日は、3階の、もう一つの部屋から始めるよ。これ。ははは、表札？もちまる専用の猫部屋だって。キャットウォークはここにつけたのかな？ドアを開けると。やだ、奥のキャットタワーにまた、もちまるの嫌いなぬいぐるみを置いてる。そう。アップで見るとこんな感じ。もちまるは、上に行きたくても、物理的に行けない。これじゃ、キャットタワーの意味ないし、お気に入りを並べておきました。って嘘だよ。前に、この大きなぬいぐるみを近づけられて、もちまる必死の形相で、抵抗してたじゃん。もちまるが嫌がってるのに近づけて、虐待まがいだったから、第11回レビューでも取り上げたぬいぐるみだよね。そうそう。ミニマリストとか言ってるくせに、もちまるの嫌いなぬいぐるみは、捨てないんだね。この段ボール箱の中身は何？今治タオルだって。そんなの、キャットタワーの上に置かなくていいじゃん。キャットタワーもまともに使えない猫部屋なんか、ありえんわ。キャットウォークは？ない。キャットウォークここにないの？リビングにもなかったよね。どこにつけたの？それが、どこにもないみたい。マジ？ついでに言うと、猫部屋って言うけど、猫ドアもないし、トイレも置いてなかったよ。頭痛くなってきた。一番日当たりがいいから、ハンモックつけたらしいけど。ハンモックつけても、ベランダの壁があって、外見えなそうじゃん。壁見てるだけとか、つまんなさそう。外見えないと思う。外はベランダじゃなくて、庭だって。はぁ？ベランダに人工芝敷いただけなんだけど、下僕は堅くなに、庭だと言い張ってるよ。猫に専用の庭をプレゼントしたら、大喜びで可愛すぎたわら。っていう動画まで出してね。もちまる、どうリアクションすればいいのか、困ってるみたいな、なんとも言えない顔してるじゃん。気持ちよかったのか、すぐおくつろぎに行って字幕だけど、人工芝に直に触れても、そんなに気持ちよくないと思うけどね。下僕も寝そべるとかして、確かめるといいね。上見上げると、空が少し見える程度なのかな。いまいちだと思ったのか、小雨が降ってきました。手をしまいにしてたよ。晴れてるみたいけどね。別の動画では、寒空の下、この、猫の額ほどのベランダで、遊ばされてたよ。かわいそうに。ほんとだ。下僕は庭だと言い張ってるね。頭おかしくなりそう。字幕を鵜呑みにすると、常識を失いそうだね。そうだね。しかも、誤嚥しないか心配した、サイコロまた出して。サイコロ四角で転がらないから、ここに置くの、邪魔なのにね。なんか、もちまる日記の制作グループって、指摘されたことは、なおさら意固地になってやるみたいだね。しょうもなー。話変わって、新居のお風呂は、玄関からまっすぐのところにあるみたいだね。もちまるかわいいね。1階には、もう一つ部屋があってね。この部屋も猫ドアないんだね。そうだね。こたつを置いたんだって。へえ。このこたつ布団、色も柄も可愛いじゃん。こたつって言っても、電源切り忘れるのが怖いからと入れてないし、こたつの下に敷物敷いてないから、暖かくはなさそうだけど。寒い話。とはいえ、もちまるは潜りに行ったし、こたつ布団がとても気に入ったみたいで、ふみふみしたり、寝たりしてたよ。よかったね。布の柔らかさや、滑らかな手触りがいいんだろうね。リビングにも、こういうものを置いてあげるといいのにね。そうだね。あれっと思ったのは、ミニマリストなのに、収納に、布団が何組か入れてあったこと。使ってある布団見たかった。友人が来たとかいう動画は、なかったから、誰が使ったのかなって思ったね。撮影スタッフとか、もちまるの世話係とか、誰か泊まるような人いるのかな？
ね。今回、新居の考察をして、下僕は、この家の持ち主でもないし、住んでもいない、通いのスタッフなのかなって思ったよ。結構思い切ったことを、突然言うね。どうしてそう思ったの？一つは、新居は、文句なしの最高仕様にします。って言ってたのに、蓋を開ければ、建て売り住宅でも、小さな階層でできる。キャットウォークや猫ドアさえ、一切用意しなかったこと。建具レベルの改造もしないってことは、下僕は多分、この家の持ち主じゃないと思うよ。わかる。手を入れなさすぎなのが、不自然だもんね。住んでない、通いのスタッフかと思ったのは、どうして？まず、相変わらず、生活感がなさすぎること。そして、あるアイテムが、動画によく映るからなんだ。なんだと思う？何？見せるね。黒いリュック。これ前の家でも、時々映ってたよね。そうだね。下僕はあまり出かけてない。って言ってたし、出かけた動画でも、リュックは背負ってなかった。それなら、ミニマリストだし。リュックは普通、しまっておくよね。ところが、今見せた通り、リュックの置き方は変わって、何回も出てきてる。なるほど。このリュックに下僕服を入れて、通ってるんじゃないかと思ったんだね。しかもスタッフで、持ち丸の飼い主じゃないかも、って思ったの？そう。その理由は、またにするね。それと補足で、レーザーポインターのような光が、階段に映ってて、持ち丸を誘導するために使ってるのかと思った人もいたみたいだけど。あれは、リビングの照明が、下僕のスマホに反射したものでは、というのが、ゆっくりレビューとしての見解。反射だとわかりやすい場面を、2つスクショにしたよ。このほか、広い新居で一人ぼっちにされて、不安だった猫がこうなりました。の動画の1分57秒あたりでは、3つの光が反射して、同時に動いているのも、パソコンの大きな画面だとわかるよ。スマホの小さな画面だと、わかりにくいかもしれない。謎が解けてよかったね。最後まで見てくれて、ありがとう。今日の動画の評価、いいか悪いか、どちらかクリックお願いします。どちらかクリックしてくれたかな？ありがとう、またね。ありがとう、またね。